どうも、毎日20時に讃岐うどんの動画を上げているヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、讃岐うどんツアーを組んでまいりました。1泊2日です。そして今回のプランは女子旅うどん巡りプランということで、女子の気持ちは僕そんなよくわかんないんですけど、多分女子の方が好きだろうなっていうお店でプランの方組んでまいりました。例えばおしゃれなお店であったり、インスタ映えしそうなうどんであったり、もちろん美味しいお店だけっていうのを条件にお店の方を選んでいます。移動手段は車で考えているので、出発地点は坂出北インターです。今回行く店舗は合計6店舗、1日目に3店舗、2日目に3店舗といったようなプランで組んでおります。坂出北インターを9時10分に出発していく1店舗目のお店は三好うどんさんです。三好うどんさんまでは距離は26キロ離れていて、時間で言えば50分で着くことができます。ということで、この坂出北インターを9時10分に出発、そこから50分の時間をかけて三好うどんさんに10時に到着。混み具合もあるので、一応11時まで少し長めに時間をとって、それから次のお店に行くといったような形で向かわさせていただきたいと思います。それでは早速三好うどんさんの方を見ていきましょう。出発進行。さあ、それでは1店舗目、三好うどんさんの基本的な情報の方を説明していこうかなと思っております。まずですね、美味しさの指標になる食べログ、そして Google の点数なんですが、それぞれ 3.93 と 4.2、めちゃくちゃ高いです。そして定休日は毎週日曜日となっています。営業時間は10時から14時までです。今回はもう10時に到着にしているので、開店直後に店に駆け込むようなプランで行っています。住所なんですが、香川県の三豊市です。最寄り駅からは 1.7 キロぐらい離れていて、やはり車じゃないとちょっと厳しいですよね。そしておすすめのメニューなんですが、かけうどんがすごくおすすめです。で、個人的になんですが、ここのいりこのおにぎりがめちゃくちゃ好きなんですよね。100円で食べれるんですけど、ぜひこれも頼んでほしいなと思います。で、天ぷらも揚げたてが提供されるので、これもすごくおすすめです。で、こちらのお店なんですけど、店外もすごくおしゃれでしたよね。店内もおしゃれですよね。で、さらにね、この器もおしゃれなんですよ。めちゃくちゃ可愛いです。これ食べ終わった後の器も見てほしいですね。非常に女性に人気のあるお店となっています。肝心のうどんの味なんですが、まず麺、太麺なので小でも結構食べ応えがあります。で、コシもかなり強めですね。だしなんですけど、いりこの優しい味がします。このキリッとしただしは見た目以上にあっさりしているので、朝一にぴったりかなって思いますね。そして天ぷら、絶対揚げたてを提供してくれます。僕はちくわの天ぷらを頼んだんですけど、いろんな種類があるのでお好みの天ぷらを取ってください。そしていりこのおにぎりですよね。こちらのいりこはだしに使っているであろういりこ。そのいりこのだしに出た旨味がおにぎりに浸透して凝縮しているんですよね。本当にこれはですね、うどんの美味しさをおにぎりに詰め込んだっていうような感じなんで、ぜひ食べてみてください。ということで、ごちそうさまでした。器おしゃれですよね。それでは次の店舗の方へ向かっていきましょう。三好うどんはいかがでしたか？香川でもかなりおしゃれな店舗を1店舗目に持ってきました。それでは女子旅2店舗目に選んだお店は手打ちうどん渡辺さんです。これは距離が近くて3キロほどしか離れていません。時間で言えば10分で着くことができます。ということで、三好うどんさんを11時に出発、そして10分時間をかけて渡辺さんに11時10分に到着、それから1時間時間をとって12時10分まで滞在して次のお店の方へ向かっていくといったようなプランで進んでいきます。それでは出発進行。さあ、それでは手打ちうどん渡辺さんの基本的な情報の方を説明していきたいと思います。まず美味しさの指標となる食べログ、そして Google の点数ですが、それぞれ 3.66 そして 4.1、 こちらも点数が高いですね。
定休日は毎週木曜日となっています。営業時間ですが10時半から19時頃までです。住所なんですが香川県の同じ三豊市にあります。こちらは最寄り駅から700メートルぐらいなんで徒歩15分ぐらいで着くことができます。そしておすすめのうどんなんですが、こちらはもう天ぷらうどんです。450円で食べることができます。こちらの天ぷらうどんは天ぷらがすごく独特で、エビ天なんですけど木の葉型のエビ天なんです。こういう形の天ぷらは僕は他店では見たことがないのでかなり珍しいと思います。肝心のうどんなんですけど、麺はコシがあって歯切れのいい食感の太麺タイプの麺でした。結構小でも量が多いのでそこだけは注意かも。だしは昆布といりこの優しい旨味のあるだしでした。澄んだ色で上品な味でした。天ぷらはサクッとしているところと、あとふやけている、だしに使ったふやけているところのやわやわ感、それぞれ食感が違ってどちらもいいです。この葉型の天ぷらの中央にはプリップリのエビです。形で楽しんで味でも楽しめる一挙両得なうどんだと思います。それではごちそうさまでした。1日目最後の店舗に向かっていきましょう。2店舗目の渡辺さんはいかがでしたか？結構変わった天ぷらだったんで面白いなって思います。それでは女子旅プラン1日目最後の3店舗目はカマキリさんです。こちらは距離が10キロ離れていて、時間はだいたい20分ぐらいで着くことができます。めちゃくちゃおしゃれなカフェみたいなうどん屋さんなんですよ。ということで手打ちうどん渡辺さんを12時10分に出発します。20分の時間をかけてカマキリさんの方へ12時10分に到着。そこから1時間13時10分までの間を取って、これにて1日目のうどん旅行の方を終了させていただきたいなと思っております。それでは1日目最後のお店カマキリさんの方へ向かっていきましょう。出発進行。さあそれでは3店舗目カマキリさんの基本情報の方を説明していきますね。まず食べログ、そして Google の点数なんですが、それぞれ 3.82 そして 4.1、 かなり高いです。こちらも定休日は毎週日曜日となっています。営業時間なんですが11時から14時まで、このプランであれば全然余裕を持っていくことができますね。そして住所なんですが香川県の観音寺市といったところにあります。最寄りの駅からは2キロ以上離れているので、やはりこちらも車で来ることを僕はお勧めいたします。そしておすすめのうどんなんですが、こちらでは釜玉うどん、これがですねいいと思います。小で400円で食べることができるんですけど、こちらのカマキリさんってそのうどんの表情がすごくいいんですよ。表情ってなんだって思うかもしれないんですけど、うどんの上に具が乗ってるんですよね。その具で可愛らしい顔を描いているんですよ。で釜玉だったら真ん中に卵が乗るので、それが花の役割をしているんですよね。めちゃくちゃ可愛いんで、これはぜひ写真を撮ってもらいたいです。それでは肝心のうどんなんですけど、まず麺は太めでもっちりしているタイプですね。コシの強さもあってしなやかな麺です。本当に雰囲気だけじゃなくて味もしっかりと美味しいお店でした。今回は釜玉うどんを推奨したんですが、他のうどんもかなり美味しいです。他のうどんは他のうどんでまた可愛らしい顔をしているうどんを提供されるので、複数人で行くときは各々が違ううどんを頼むのがすごく楽しくていいかもしれませんね。さあということでごちそうさまでした。これにて3店舗目1日目のうどんツアーの方終了とさせていただきます。今回の讃岐うどんツアー女子旅編はいかがでしたでしょうか。今日は1日目のプランを発表したんですけど、明日の20時に上げる動画では2日目のプラン続きですね、続きを上げさせていただきます。ぜひ興味のある方は見てください。もちろん香川に来るときはうどんだけが観光地じゃないので、今日のうどん屋から程よく近いところの観光地もちょっと紹介したいと思います。まず1店舗目、そして2店舗目に行った三豊市なんですけど、秩父ヶ浜っていう海があるんですよ。ここがですねかなりのインスタ映えスポットとなっています。ウユニ塩湖って聞いたことがありますか？海に映る自分の影が鏡に反転しているように見えるんですよね。それが日本の三豊、この秩父ヶ浜でもできるんです。
そして3店舗目に行った観音寺市なんですけど、これは銭形の砂絵があります。ちょっと渋いんですけど、上から見ると砂で固められた和銅開珍が見れるので、これもなかなか圧倒されてすごくいいんじゃないかなって思います。さあ、ということで今回の旅のおさらいの方していきましょう。まず1店舗目に行ったのが三好うどんさん、そして2店舗目が手打ちうどん渡辺さん、3店舗目にカマキリさんといったようなプランで行かさせていただきました。2日目はちょっと東の方に移動してお店の方行ってみたいと思います。ということで、もしこの動画少しでもいいな、参考になるなって思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただけると本当に嬉しいです。もし友達にうどん好きの方がおられたら、ぜひこの動画の存在のことを教えていただけると本当に助かります。ぜひぜひどうぞどうぞよろしくお願いいたします。それとコメントも随時お待ちしております。私たちはこんなプランで行きましたよとか、ここのうどん屋さんがおすすめですとかいうのがあれば、ぜひ教えていただきたいので、本当に気軽に書き込んでください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは毎日20時、さぬきうどんの動画を上げているので、ぜひ次回も見てください。ヤクタンでした。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。またね。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さっていう立ち上がりの線路。